皆さんこんにちは、イグです。今日はまた雑談とともに手帳タイムをしていきたいと思います。今日の雑談テーマはこちら。手帳を書いている時の時間の感覚バグる問題。その手帳の使い方もったいないかもって思う瞬間。手帳ちゃんと使えてない気がする日ある？ということで、この3つのテーマに沿ってお話ししながら手帳を書いていきたいと思います。各手帳はいつもと一緒でいいから始めますので、皆様も手帳を開いてお耳を貸してください。はい、ということで今日も手帳を書いていくんですけれども、今日の撮影日、4月の21日火曜日なんですけど、またここ最近ですね、仕事がパタパタパタっと入ってきたり、昨日は実家に行っていたりしたので、白い手帳がねありまして、日めくりカレンダーも今机の上にあるのは4月の18日に全部なっておりますので、その辺の日めくりカレンダーを貼ったり、あとこの辺デイリーですね、デイリー過去のものを貼ったり、今日のものを書いたりするところから始めたいと思います。いや、ちょっと仕事がバタつくと手帳書く時間がもう一気になくなるんですよね。フリーランスっていう働き方だからなのかもしれないんですけど、定時のお仕事だったら定時の時間の間はめちゃくちゃバタバタして、もう手帳なんか開けませんみたいな状態かもしれないんですけど、とりあえずは、残業もあったとしても、とりあえずこの夜の時間はほっとする時間があるじゃないですか。フリーランスはもう仕事が入ってない日はあるんですけど、その日はね、定時で会社に行く人よりも楽だってなるんですけど、仕事がバッて入った時にもう朝から晩までずっと仕事っていうのが3日ぐらい続くので本当にね、その夜の時間も安心できないというか、もうお風呂も入れないぐらい、食事をするのも時間がっていう変な働き方なので、もうちょっとね上手に分散できたらいいなとも思うんですけど、やっぱその受けた仕事の量だったり締め切りだったりがね、ちょっと無理があると大変なことになりますその働き方を選んでるのは自分なので、頑張るんですけど、でそういう日が 2,3 日続いていて、実家に行く日もあったので3日ぐらいですかね、18、19、20、2日間、丸2日間と今日の分かけていませんのでなんとか今日の分だけは書いていきましょう。まずはこれを、ノートに貼るのに出してあります。書けなかった分のモーニングメモとかロイヤルメモとか、あとこの付箋ですね、裏に全部ないわ、ここに書ききれなかった分の何か気づきがあったら書く付箋をここにいつも貼ってるんですけど、それもここ使ってないので今日以降のところに再利用としてもう貼っています。なのでここにはもう貼るか処分するリフィルしかないんですけど、よいしょ、まず貼るのはこの 365days ノートのいつもそう言っちゃうけど、これハーフで2分の1イヤーノートです。ハーフのやつの無地のやつに貼っていきます。17まで今貼ってるので18、19、20ですかね、貼っていきましょうか。今日の雑談テーマ1つ目、手帳書いてる時の時間感覚バグる問題ね。これ手帳書いてる人みんなわかると思うんですけど、どうですか？手帳書き始めて、さあ今日の手帳書くぞって言って、10分ぐらい書いたかなって思ったら1時間書いてるやつあれ何なんだろうね。楽しい時間だから時間の感覚がおかしくなるのかな。子供の頃遊んでたらまだ全然遊んでないつもりなのに2時間も3時間も経ってて、もう帰る時間だみたいな、それと近いのかななんかさ、手帳書いてる時間ってあっという間じゃないですか。それで私はいつもね、こう気づいたら朝とかやっちゃうんですよ。本当に時計を夜は特にね、本当に時計を頻繁に見ないと、やっちまったってなるの。よくないよね。これもフリーランスだからこうなるんだと思う。次の日朝早い仕事で起きなきゃいけないっていう仕事をしてるんだったら、もう嫌でも寝なきゃいけないし、もしミスって朝方まで起きちゃったとしても、
朝起きて仕事に行かなきゃいけないから、生活習慣はとりあえず守られるんですよね。睡眠時間を削ってめっちゃ眠い状態だけど、とりあえず昼夜逆転にはならずに済むんですよ。それが私が東京にいてコロナ禍になる前の働き方ですね。手帳もやってたからすっごい寝不足、もう4時5時まで手帳やって7時には起きるっていう生活をしていたので、それはそれでね、年々こう長く続けてれば絶対体を悪くすると思うんだけど、それに比べて今は朝になっちゃった寝ようって言ったらお昼まで寝ることも自由だから、それでまたね仕事があったりしたらこう昼夜逆転になっていくっていう話なんだけど、昼夜逆転はね、そのお店が閉まっちゃったり病院が閉まっちゃったりするっていう不便さはあるんだけど、睡眠時間を確保できるっていうのはね、いいですよね。フリーランスというか会社に絶対出社しなきゃいけないっていう生活じゃないから、とりあえず睡眠時間は確保できるっていう状態です。いや、それにしてもさ、本当に手帳やってるとあっという間に時間が経つよね。この撮影もね、手帳タイムって言ってこうやって話しながらやってるけど、いつの間にか時間経ってるんですね。で、私のカメラは30分で一旦止まっちゃうんですよ。で、止まる時にアラームとかもないから知らない間に止まってて、ずっと手帳タイムこっち手だけ動いててみたいなことがよくあったんですよね。で、どっから撮れてないんだろうってなるでしょ。なので30分ごとにアラームをかけて、アラームになったらカメラも止まるよっていうことで一旦止めに入るっていうね、そういう撮り方をしてるんですよ。で、本当にね、5分ぐらい10分ぐらい経ったかなって思ったらアラーム鳴るみたいな、もう30分も経ってる。で、それをだいたい3回繰り返したぐらいで手帳タイムが終わるので1時間半ぐらいですよね。それをだいたい30分から40分の動画にしているわけなんですけど、本当にあっという間にアラーム鳴るびっくりする。なんか楽しい時間だからってことでいいのかな。これは嫌な時間は長いですもんね。19日分Eat Me って書いてある。Eat Me で思い出したわ。これ黒色すみれさんって私が推してるアーティストさんの昔のアルバムでね、そのアリス・イン・アンダーグラウンドっていうアリスをモチーフにしたアルバムがあって、めちゃくちゃ好きなアルバムなんですけど、その中にも Eat Me とか入ってるからね、今思い出した。で、黒色すみれさんの今年のツアーも無事予約をしました。秋ですけどね、今年は。去年はね、去年は夏に来てくれて、ツアーの一番最初に北海道に来てくれたんですよ。で、夏に来て北海道で涼しんで帰ろうと思ったのに暑いんだけどみたいな言ってたんだけどね。今年は秋、一昨年も秋だったから、また向こうから初めてツアーをね、向こうから始めてこっちに向かってくるみたいな感じです。で、黒色すみれさんが楽しそうだなって思うのがね、その全国ツアーね、自分たちの車で来るんですよ。北海道も車で来るの。お荷物入れて、衣装とかさ、小道具がいっぱいあるからね、それ積んで車で自分たちの運転で来るのよ。めちゃくちゃ楽しそうじゃない？それで全国回るのめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。それでちょっとね多忙がたたってしまって、去年一人ね入院したりしたんですけど、ちょっと去年のスケジュールはちょっとハードすぎやしないかって私も心配になるぐらいだったので、ちょっと忙しすぎたんでしょう。もう元気に活動してますけど、またね北海道に車で来ると思うんですが、事故なく無事に来て楽しいステージを見せていただけると信じております。いや楽しみ、めちゃめちゃ。はい、そんなお話をしながら昨日までのデイリーを貼りました。今日のかわいい、今日の日めくりオビワンさんのやつ、お城、これもアリスってことだよね。アリスのお城なんだ。赤の女王とかね、その辺のお城か。かわいい。そういえばこれ見て思い出したけど、
ディズニーのね「It's a Small World」を思い出したけど、ディズニーシーのアクアトピアが終了するらしいですね。あれ一番好きだったんだけど怖さっていうかスリルっていうの、上下する運動もないしさ、平行移動のスピード感はすごい好きなんだけど、上下があるとちょっと怖いんですよ私。あとアクアトピアにねケンゴと乗った時に止まっちゃって、アトラクションが確か誰かがスマホを落としたとかで止まったと思うんだけど、一旦水を全部抜かれて、乗ってた人は徒歩で陸に上がるっていう、なんか超貴重な経験をしたことがあるアトラクションでね、思い出が普通のアトラクションよりも思い出深いんですよね。めっちゃレアじゃないそれ。では、こちらデイリーね書いていきましょう。おーキラキラ、いいツヤです。いいツヤで、ここのキーホルダー、これはセリアさんのくまちゃんと、いただいたシャカシャカになってるね、中にうさぎさんとか入ってるんですけど、レジンで作っていただいたキーホルダーが今4月のキーホルダーとしてついていますけど、5月のリフィルになった時にはここもちょっと変えさせていただきますね。5月っぽい感じのがあればいいなと思うんですけど。はい、では中の今日の分書いていきましょう。そうだもういろいろ話題が出てくるわ。これ見て思い出した。ここにロイヤルの折れた爪が入っているんですけど、本当は折れるまで放置しちゃダメですよ。親指の爪がねどうしても切れなくて折れてしまったことが2回あるんですけど、昨日実家に行ったらね、ハピタンっていううさぎさんがいるんですけど、そのハピタンがちょっとお腹の調子が生まれつき悪い子で、腸内フローラの何かが悪い子で、難便をずっとしてるんですよね。生まれた時からずっと難便してて、うちに来た時から。でも元気にずっと過ごしてるから、そういう体質なんだねって言って、でその難便が最近はお尻にくっついちゃうんですって。そこの上にペチャって座る癖があるらしくて、でそれが乾いて取れなくなったから取ってって言われてて、それを取ったんですよ。いい子だねって言いながら取ってたんですけど、そのサークルの中に入って遊んでる時にこんな爪、どう見てもウサギの爪みたいなのが落ちてたんですね。これ爪って言ったんですけど、ハピタンの爪って真っ黒なんですよ。ハピタンもめちゃめちゃ伸びてから病院に連れてかれるから結構伸びてたんですけど、いやハピタンの爪って黒いよなって思って、でも白い爪が落ちてて、私の靴下についてたみたいな。でもロイヤル爪が折れてなかったような気がするけど、最近ちょっとずつ切ってるからさ、そんなに折れるほど伸びてるところないはずなんですよね。でもなんかこうどっか飛んだりした時にポキっていったやつかなって思ったんですよ。でまじまじと見てみたんですけど、なんかめちゃめちゃ乾燥して古びた感じがするの。これ誰の爪ってなって、で帰ってきてロイヤルのちょっと足見せてって言って爪見ても、ちゃんと一応は切ってるんで長めだけど一応は切ってるから、切った後のこのまっすぐな感じなんですよ、爪が全部。で折れてるところもなくて、折れてないよねって言って、でもその見つけた爪っていうのはすごい乾燥してて、このハサミで切ったここの四角い感じじゃなくてね、もう伸びきった感じ、こう削れて海に落ちてる石みたいにさ削れて角がない感じになってたの。誰の爪ってなってさ、で考えてみたら、そのハピタンが使ってるケージって先代のうちのロイドさんが使ってたケージなんですよ。そのお下がりをあげたんですね。だからケージの中から出てきたロイドの爪かなっていうところで、今謎のまま終わってるんですけど、なんで今出てきたんだっていう、めちゃくちゃ不思議なことがありました。あれ誰の爪なんだ、不思議なんだよな。形もさ、この爪って結構くるってなってるんですけど、親指の爪なんですね。でこう足をついた時に親指って浮いてる状態だから、伸びたらくるってなってくんですよ。でこっちの爪は床についてるから伸びてもまっすぐなんですよ結構。でまっすぐだったの、その爪が。親指だったら
カールがすごいから親指の爪だってわかるんだけど、これ親指じゃないところの爪だなみたいな感じになってて、誰の爪っていう。で結局置いてきたっていうか、そのハピタンのトイレにポイってしてきたから、今日ゴミの日で捨てちゃったって言われたんだけど、もしかしたらロイドのだったかもみたいな事件がありました。昨日ね、地震の心配、皆さんありがとうございました。 X とかコメントで大丈夫ですかってすごくたくさん気にかけていただいてありがとうございます。釧路はね、揺れ自体は震度3ぐらいで、揺れてんなぐらいな感じだったんですけど、テレビつけたら津波だってめっちゃ騒がれてて、釧路も注意報は出てたんですけど、うちは海から少し離れてるので、まあ1メートルぐらいだったら大丈夫でしょうということで、のんびり過ごしておりました。海に近い人はねちょっと避難したりしてたみたいですけど、私たちは大丈夫でした。でもそうやって気にかけてくれる人がたくさんいるって嬉しいことですよね。よいしょ。じゃあこのシールマンスリーからちょっとね、昨日一昨日今日書いてないので書かせていただきたいと思います。19、ここでせっかく午前起床成功してるんだけど、仕事に追われてまた朝まで仕事してて、こっからまたね崩れてますはあ、この辺はねもう絶対書いてるって言ってた、この自分手帳の方も書いてないぐらいなんかバタバタしてた。これさすがに仕事の社畜たぬき貼ろうかなね。セリアさんの社畜たぬき寝てるねこの子。どういうことだろう。めっちゃこれ白目向いて虚無のやつ貼っとこう朝まで仕事、ここが実家行った全然続けて午前起床できないじゃんね。20、21、20は昨日実家で、実家のうさちゃんハッピーちゃんと遊んでました。でも実家で地震が来たっていうレアな感じだったね。で今日はのんびり過ごしているので、これかな、ぐうたらな休日。今日のんびりしてます。この動画を撮ってるけどね、だから全部お休みの日ってしたのは昨日なんだけど、なんだかんだで忙しかったですね。のんびり過ごす。もう4月も終わりに近づいてきましたね。もう本州の桜は散った桜事情どうなの？今函館が咲き始めて2日で満開になったって言ってたから、もう北海道には来てるってことだよね。函館あったかいからね。釧路の予報は、ゴールデンウィークの最終日に満開になるんじゃないかと言われています。まだ咲いてなかった。実家の庭にも桜あるんだけど、全然まだつぼみでした。よし、じゃあ今日のこれをね書いていきましょう。今日のリフィル21日。今日の議題 2つ目にいこうかな。その手帳の使い方もったいないかもって思う瞬間っていうタイトルなんですけど、わかるかななんかもう綺麗に書こうとして、これ昨日の雑談とちょっと被るんですけど、捨てるつもりで書いたら続いてるみたいな手帳があるよっていう話をしたじゃないですか。で逆にもうほぼ日を買ったぞ、もう綺麗に書くんだっていうと書けなくなるでしょ。で綺麗に書こうとすればするほど止まっちゃうんですよね。それってもったいないなってちょっと思うことがあるんですよ。私のこと言ってんだろみたいなことなんだけど、もし同じ境遇の方がいたら、それってもったいないなっていう感覚を持ってみたら、まためちゃくちゃ進むかもしれないですよ。私の自分手帳デイズみたいに、とにかくこれはもう1年後には捨てるんだっていう感覚でバーって書いてたら埋まってるじゃないですか。でそれは全然もったいないとも思わないし、逆に捨てるのがもったいないってなっちゃってこれ捨てないだろうなって今なってるんですけど、なんかねこの手帳の使い方もったいないなって思うことがたまにあるんですよね。あとこれは手帳の YouTube を撮ってる方はよくあると思うんだけど、本音を書けない日本音書いてない日っ
って絶対あるんですよ。見せるように書いてる手帳もあるし、モザイクかけてる人もいますよね。モザイクかけてる人は本音書いてるわきっと。だからいいんだけどさ、私はモザイクかけるのがめんどくさいんで、もうで動画にはあまり出てこないこの2つは本当にプライベートとして使ってるんですよ。バイブルサイズと自分手帳デイズで、この中には本音も書かれているのでいいんだけど、動画でいつも書いてるこのデイリーとかね、これは動画で見せてもいいようにイニシャルを使ったりとか会社名をぼかしたりとか、そういう風に書いてるんですよ。あとモヤモヤは書かないようにしてるんですね。それってちょっともったいないなって思うことがあって、だってこれを貼ってるデイリーを見返してもモヤモヤは見えないわけでしょ。その時の本当の感情、こういうことがあって腹が立ったっていう感情はさ隠されてるわけだから見えないからね。それってもったいないなってちょっと思うんですよね。じゃあモヤモヤはどこに書いてるんだっていうと、別のノートに私は書いています。プライベートのこと、仕事のことを何でももやっとしたらそこに吐き出すようにしてて、私の場合は吐き出すことですっきりするタイプなのでそれでいいんですけど、吐き出すことで文字にして残っちゃうと逆に辛いっていう人もいるから、そういう人はもうどうやってやってんだろうね書いて捨てるのか分かんないけど残さないようにしてる方もいます。で、私は別にそれを見返すことはあんまりないので、その時にバーって書ければすっきりするから、とりあえず一冊の100均のノートにねバーって書いています。でそれは書き終わったら捨てるでも取っとくことはあんまりないかもしれないけど、とりあえず何も考えずに今は作ってというか書いてますね。だから手帳と日記ってちょっと違うよねって話をこの間したけど、もう手帳も日記も一緒になってるから、自分の感情も載せる、感情を載せるものは日記、載せないものは手帳っていう感じなのかなって思ったんだけど、もう感情を載せてるならそれは日記なのでもし動画に出さなくていいっていう人、動画に出さない手帳っていうのはもう本音を全部書いたらいいんじゃないかなって思います。で、私はこのデイリーとかを嘘を書いてるわけじゃないんですよ。嘘書いてるわけじゃないけど、ちょっと仕事のさフルネームとか書いたらまずいじゃない、クライアント名とかね。そういうのは伏せてるっていう意味で本音を書いてないって言ってます。じゃあ進まないのでモーニング、今日のモーニングもう夜だけど書きますね。はい、モーニングメモ書きました。起きた時から疲れてる日ってありますよね。今日がそれ。次はロイヤルメモです。昨日女の子と遊んできたからさ、匂いが残っててもう大興奮だったんです。昨日中ロイヤルは。で興奮してるから食が落ちて大丈夫かなと思ってた。チモシをねまた食べなくなったらどうしようって思ってたんだけど、落ち着いたらよく食べてます。ロイヤルメモでしょ。次が体調管理今日寝たのが何時、やっぱりこうなるか、おかしい。バイタルチェック今測りまして、なんかおかしいぞ引く。で血圧私にしてはちょい高。朝ごはんなし。お昼おにぎり。体調バキバキって書いとこうか。体調悪いわけではないけど疲れって感じ。体調管理、体質改善、これはもう諦めの15時。もう今日はのんびり過ごしてるから2時にしたいな。無理あるかな。いや頑張ろうちょっと猶予を持たせて。最遅で3時。眠気はないかな。
体がバキバキで書き込みたくなる計画帳このトゥードゥを今書くっていうね。今日の納品は午前中だったので寝る前に知っておきました。これ今撮ってるやつね。明日の分手帳タイム撮ってます。いや、うちの両親も年取ってきてさ、言ってたことがちょっと前に会った時と変わってることがよくあるんですけど、YouTube は普通に見てるって言ってた父がですね、俺は YouTube 見てないって言い始めて、でそういうのになんかいや前見てるって言ってたじゃんとか言ったらまためんどくさいから、あそうなんだってなるんだけど、テレビをね最近買い替えたんですよ、実家が。めっちゃでっかい、もう壁一面テレビみたいなでかいやつに父しか見てないんだけどでよくホテルにあるリモコンにさ、ここに YouTube、UNEXT、Netflix、Hulu って書いたボタンがあるやつ、そこを押したら見れるみたいな感じのやつだったのね。でこれ押したら見れるのみたいなこと言ったんだけど、押してみたら何も設定してない状態だったから見れなかったんですよ。でどうやら Google のアカウントを使ってログインしておいたら押したら見れるようになるっぽいっていうことで、UNEXT はさ、スマホから Chromecast で飛ばして見てたから結構見てるんですね。映画好きだしアカウントを持ってて、だからどうする、見れるようにするって言ってじゃあするって言うから Google アカウントを作るところから一緒にやったんですけど、YouTube も Google アカウントで見れるから見たんですね。私たちが子供の頃にドハマりした東映アニメーションの銀河流れ星銀っていうやつが見たいって言って、うちの初代のワンちゃんはそこから銀って撮ってたのでめちゃくちゃファンだったんですね。でそれを見るって言って見たんですけど、みんなで昔のアニメだからグロいめっちゃグロいんだけど、私たちみんな昔の人間なんで耐えられるんですけどね。で懐かしいし、その銀のね物語ってやっぱいいよねって言いながら見て、でその後もなんかスマホでも YouTube 見れるのって言って、アプリ取って見れるよって言って教えてあげたんですよ。そしたらその後スマホでなんか見てて、YouTube とかも見れるようになったなこれでって思ってね。そういうことをしたものだから、私の夢にはですね、このチャンネルを父が見ている夢を見てドヒエーってなったんですよね、夢の中でこのチャンネルの話はしてないからさ、いや気づかないでほしいわ、本当にそっとしといてほしい。こういう話もするじゃん、父がねとか母がねっていう話もするからさ、手帳に興味ない人は見てても楽しくないから多分見ないし飛んでこないと思うんだけど、ちょっとバレたらめんどくさいかなって夢の中でバレてたからちょっとビクビクしてる。で、タイムログ、今日は19時、それにしても寝すぎたね。だから体バキバキなのか。で今日のデイリーページです。いつも今日は何の日っていうのに合わせてちょっとしたデコをしてたので、今日は何の日聞いてみましょう。今日4月21日は日本の記念日、民放の日、放送広告の日だって、日本民間放送連盟が発足した日、テレビとかラジオの民放がスタートし、あとは川根茶って読むのかな、お茶の日、421でしふい、新茶の語呂、新茶が取れるの最近この時期。では民放の日でいこうかな。今日天気は晴れてましたね。では民放の日ね、民放の日って言ってもテレビのシールとかないからな。普通にデコレーションしていきます。これカセットラジカセがあるからこれでいこうか。マインドウェーブさん心ときめくステッカー、すごいレトロなやつ。
懐かしいですね。昭和レトロこういう電気あったわ。めちゃくちゃこういう電気あった。よし、じゃあ今日のタロットカード、いつも夜になってから引かれて困るだろうなタロットカード。こちらナイト逆位置。ちょっと待って、このカードね難しいんですよ。ワンドとかがこのお花になってたりするからね。これはチューリップ一輪持ってるナイトの逆位置だったんだけど、これはワンドのナイトなんだっての逆位置ねこれさ、いつもさタロット引いてその意味を知るとフフフってなる。当たりすぎてて、一度落ち着いてって書かれちゃった。ゲッターズさんの占いね。ちょっとここら辺で今日の議題3つ目、手帳ちゃんと使えてない気がする日あるっていうことなんですけど、皆さんどうですか？今日ちょっと手帳ちゃんと使えてないなみたいな。私はめっちゃちゃんと使えたなって思う日もある。でも使えてない方が多いから、今日は使えてないなっていうよりも今日は使えたなの方が気持ちとして残りやすいです。使えてない日って使えてる日、使えてない日でなんだろうね、書いてるだけで終わるとかそういうのはありだと思うんですね。見返さなくてもその日を残せればそれはちゃんと使えてるっていううちに私の中では入るんですけど、やっぱり書けなかった、全部書けなかった、昨日みたいな日とかは使えてないし、それぐらいか。なんか予定がずれたりするのはさしょうがないから、それはちゃんと手帳を使ってるから予定がずれたあーってなるっていうことなのかなって思う。手帳使えてなかったらさ、予定がずれようが何しようが別にさ、いいや別に書いてないからってなるでしょ。だから使ってる、ちゃんと使えてる人こそ予定が狂うと腹が立つ、白紙になってしまうと腹が立つみたいな。昨日みたいなね。ちょっと前の動画であれですよ、出かける時は出かけた先でメモに書いておいてそれを貼るだけにしておけばいいよみたいなこと言ったのに、昨日とかは夫と2人でどっか行ったわけじゃなくて実家に遊びに行ったから、もうずっと話してるしうさぎとも遊んでるし、手帳を開く暇なんてマジでなくて、今の感情をメモ帳に残すことすらできなかったの。そういう時はちょっと家族と実家の家族と有意義な時間、うさぎも含めて有意義な時間は過ごせてるけど残せてないっていう意味ではちょっとちゃんと過ごせてないっていうか、家族全体、人間だけ見たらちゃんとした過ごし方なんだけど、私の自己中心的に考えると手帳に書きたいじゃないですか。だから私だけの都合で考えるとちゃんと過ごせてなかったかなって思うね。手帳が使えてない日っていうのは私だったらそういう日になります。皆さんはどうでしょうか？今日使えてないなみたいなことあります？何にも書けなくても一言だけでも書いたりするのかな。どうなんだろう。インスタとか YouTube で手帳見せてくださる方って、書いてる日はアップしてくださるからすごいってなるけど、書けなかった日ってアップしないでしょ。私もさ、そんな書けなかっただけで終わるから、それで動画1本撮るわけにいかないから昨日がね書けなかったみたいな感じでわーって貼っちゃうじゃない。だからそういう時は皆さんはどうしてるんだろうって思います。一言でも残すのか飛ばすのか、どうなんだろう。 YouTube を毎日投稿してなかった時は私は飛ばしてました。逆に書けた時だけ表に出してた。インスタとかもそうだけど YouTube も書けた時だけ出してたから、だからみんなね、すごい書けててすごいですねってなるんだと思う。多分書けてない日もあるよ私の場合はあります。めちゃめちゃ書けてない日も今はほぼ毎日投稿してるから、この日書けませんでしたみたいな感じで書けてない日も出してますけど、
多分みんなあるんじゃないかな。もう余裕が全然ないくて書けなかったみたいな日、今日のここの日記にはですね、恐ろしい夢のことでも書いておきましょう。はい、こんな感じ。75歳でね、スマホやネット、動画についていこうとするところはすごいと思います。本当に。そのうち YouTube 投稿始めてくれないかなって思う。めちゃめちゃ楽しくないそれ。おもろ。はい。で、今日もねデイリーを書いていきまして、これで終わりってなります。で、スニーカーなんだけど、前の書き方に戻すって言って、結構前に半年前ぐらいになってしまうのかな。スニーカーの1週間分だけをまとめてアフレコして動画を1本作ってたことがあったんですよ。1週間に1回ね。それをちょっと続けるかどうかは分かんないけど、もう一回撮ってみようかなと思ってやってみようかなと思ってます。なんかスニーカー、幸いね、私のチャンネルは字を書いてるところをアップで見るのが好きって言ってくださる方がすごく多いので、そういうスニーカーを書くだけの動画でも見てくださる方がねいらっしゃるんですよ。本当にありがたい。ありがとうございます。なのでスニーカーの1週間まとめというね動画を前にやってたんですけど、もう一回今週やってみようかなと思ってます。はい、今日のデイリーを戻してこれだけやっていこうかな。今日の分もやっちゃおう。21、18日春の宵、うわ綺麗。19日春デイ、めっちゃわかるねこれ。雪解けで積もった雪が溶け始めると土とね混ざってめっちゃ汚くなるのよね。それがあると春だなって思うんだけど、今年雪少なかったからさ、もう雪なくてこの状態が見れないまま春になってしまいました。春の雨、寒いよね春の雨って4月20日国雨の日ですね。今日春夕焼け、綺麗。だんだんピンクになってきたでしょ。ほらいいね。これをちょっと貼っていきます。この辺かな。すっごい綺麗。いや、この春デイっていうんだね。これを見れなくなったのは悲しいな。春の雨が降っているところ。お花が入らないか。これね見れなくなったのは道民としてはすごく寂しいな。春デイ。だんだんピンクになってきましたね。春っぽくなってきた。で、ついでにというかねこちらも滞ってるので貼っておきます。かわいい。郵政記念。18から21までね。良い歯の日。確かに。国雨、ジャムの日、民放の日、有名なんだ。良い歯の日といえばね、やっぱり私は食いしばってるんだね。少し前にね食いしばりのせいで物を噛むと痛いっていうことがあって、歯医者さんに行ったんですね。銀歯の中がもう古くて虫歯になってるのかなと思って行ったら、これは食いしばりのせいですねって言われていつもねちゃんと夜寝てねって言われて帰ってくるんです。特に治療法もなく帰ってきたんだけど、
また最近ね今度逆の方が同じ痛みでね食いしばってるわって思う。で寝てる間じゃなくても朝まで起きて仕事とかしてると朝まで起きてる時間ってねすごいいいってなってるんですよ。だって気づいたらもうやばいって緩めるんだけど、知らない間にねストレスなのかねってなってるんですよ。それが多分良くないんですね。夕日が見えなくなっちゃう。花がこんな感じか。じゃあこれを書いて終わりにしましょう。これは見えないですね。黒で書いても見えない。ここいける？雪。いてどけって言葉あるんだ。いてどけ。氷が溶けるってこと？これこそ見えないですね。よし、18からね。書けました。でほぼ日オリジナルも書けましたね。ではこの辺で今日はやめておこうかな。はい、ということで今回は2、3日手帳タイムが滞っていたので、日めくりカレンダーが18日で止まっていたということで2、3日分の手帳を書いたり貼ったりしていきました。皆さんの手帳はどうでしょうか？進みましたでしょうか？今日の雑談のテーマは3つね。手帳を書いてる時間の感覚バグ変だよねみたいな話とか、その手帳の使い方もったいないよねっていう話をしたりしました。皆さんの手帳をちゃんと使えてない気がする日なんてありますでしょうか？私は使えてる日っていう方が少ないので、そっちの方が記憶に残ってるよっていう話もしましたね。ということで今日の手帳タイムはここまでにしたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。